ックパッドで1万人以上が高評価をつけたキャベツのレシピ。キャベツを3等分くらいに分けて4から5センチ幅のざく切りにして洗って水気を切っておく。卵を3つ割って軽く塩を振ってよーく混ぜておく。少し多めの油を敷いたフライパンを火にかけて卵がジュッとなるくらい温まったら一気に加える。なるべく大きな塊の半熟の入り卵を作ってフライパンから取り出しておく。フライパンにキャベツを加えてお塩を少々、胡椒少々、中華だしを大さじ1/3、酒大さじ3。強めの火でアルコールを飛ばすようにして炒める。水溶き片栗粉を加えてダマにならないように手早く混ぜてあげて、卵を戻し入れてざっくり混ぜ合わせる。最後にごま油を回し入れて味を整えたら完成。少ない食材で簡単にできるのがすごくいい。ハムとかカニカマを加えても美味しそう。ぜひみんなも作ってみてね。クックパッドでキャベツの人気レシピランキング第2位。思っていた3倍うまいキャベツのサラダ。卵がかぶるくらいの水を入れて中火にかける。沸騰したら10から11分茹でて冷水で冷ましてから殻を剥いておく。キャベツは芯を落としてから適当な大きさにざく切りにする。さっと洗ったら耐熱皿に入れてラップをしてから電子レンジに入れてしんなりするまで温める。600ワットで3分半温めたらちょうどよかったよ。こんな感じでしんなりしたら粗熱が取れるまで置いておく。ハムは適当な大きさにカット。小さめのボウルにすりごま大さじ1、ごま油大さじ1、マヨネーズ大さじ2、ニンニクチューブを3センチくらい、お塩小さじ1/2、醤油小さじ1。よーく混ぜてね。卵を適当な大きさに潰して手で軽く絞ったキャベツを加える。ハムも忘れずにね。作っておいたドレッシングを加えて全体が馴染むまで混ぜ合わせたら完成。ごま油とニンニクの風味が効いてて最高に美味しい。居酒屋行ってこのおつまみ出てきたら喜んじゃうな。ぜひみんなも作ってみてね。クックパッドキャベツ人気レシピランキング第4位。9000人が高評価をつけたキャベツと鶏胸肉のオイスター炒め。キャベツは切りやすいように中と外を手で分けて適当な大きさにざく切り。鶏胸肉はキッチンペーパーで軽く水気を拭いてから縦にカット。チキンナゲットくらいの一口大の大きさにカット。小さめのボウルに入れて酒適量、醤油適量。酒と醤油が4対1くらいの割合になるように加えてあげてね。軽く揉み込んで20分くらい冷蔵庫で置いておく。オイスターソース大さじ1、醤油大さじ1、みりん大さじ2。よく混ぜておく。お肉は片栗粉を全体にまぶしてあげて、こんな感じでいいかな。多めの油を敷いたフライパンを熱して鶏胸肉をこんがりと焼いていく。しっかりとした焼き色がついたら一度お皿に取り出してキャベツを炒める。軽くお塩をしてキャベツに火が入ったら鶏胸肉を戻し入れる。調味液を加えて一煮立ちさせる。最後にごま油を回しかけたら完成。鶏胸肉がしっとり柔らかで美味しかった。オイスターソースって万能調味料で使い勝手がいいよね。ぜひみんなも作ってみてね。クックパッドキャベツ人気レシピランキング第4位。キャベツとわかめのナムル風サラダ。乾燥わかめ大さじ1、水で戻す。急いでる時はぬるま湯で戻しちゃいましょう。キャベツは芯を落としてカットしやすいように2つに分けてから太めの千切りにする。さっと洗って水気を切ったら耐熱容器に入れてラップをしてから電子レンジへ。しんなりするまで温める。だいたい2分から2分半くらい。冷めるまで置いておきましょう。手で軽く絞って水気を切ったキャベツとよく水気を切ったわかめを加えて、ごま油大さじ1、醤油小さじ1くらい、美味しいお塩。新婚旅行の時に沖縄で行ったお塩を使ってみました。いりごまを好きなだけ振りかけて全体が馴染むように和えたら完成。簡単にパパッと作れちゃうからもう一品欲しい時にありがたいね。ごま油の風味が効いてて美味しいんだけど味が薄くなりがちだからお塩はしっかりした方がいいよ。ぜひみんなも作ってみてね。クックパッドで大人気、ニンニクを効かせたレモン風味の絶品塩焼きそば作ってみた。先に焼きそばのタレを作っておく。水 50cc、 塩小さじ1弱。入れすぎるとしょっぱくなるので注意。中華味の素小さじ1から 1.5、 ニンニクチューブ適量、レモン汁小さじ1から2。ニンニクとレモンは多めに入れるとやっぱりうまいよね。黒胡椒を適量。軽く混ぜ合わせたらタレの完成。キャベツは一口大のざく切りに。焼きそばにはもやしが不可欠。人参は細切りにカット。焼きそばの麺は一袋ずつ1分半くらい電子レンジで温めておきましょう。フライパンにごま油をひいて豚肉を炒める。豚肉に火が入ったら野菜を加えて、野菜がしんなりしてきたら麺を加える。軽くほぐしたところに作っておいたタレを加えて強めの火で水分を飛ばすように炒める。最後にごま油を回しかけて風味付け。白ごまを振りかけたら完成。ジャンキーな味付けがたまらない。これハマる人多いんじゃないかな。レモンが効いてて爽やかな味わいがとっても美味しい。
ぜひみんなも作ってみてね。ダイエットにもおすすめ、クックパッドで人気のやみつきツナキャベツ。キャベツは4分の1にカットして芯を切り落とす。ざく切りにカットしていくんだけど、なるべく大きさを揃えるために3つくらいに分ける。一口大の大きさに適当にカット。お湯を沸騰させてさっと茹で上げる。お湯の温度が下がっちゃうから2回くらいに分けて茹でていこう。だいたい30秒ぐらい。水にさらして冷ますと栄養分が抜けて水っぽくなっちゃうからおかあげする。キャベツを冷ましている間に水気を切ったツナ缶、蜂蜜大さじ3分の2、醤油大さじ1と2分の1。よく混ぜたらラップをして電子レンジで1分温める。お好みでラー油を加える。たっぷりの方が美味しい。キャベツの粗熱が取れたら軽く水分を絞ってあげて味付けしたツナを加える。しっかりと混ぜ合わせたら完成。蜂蜜が入っていて優しい味付けだから大人はラー油が入っていた方が絶対美味しい。確かにこれならダイエットメニューにぴったりかも。ぜひみんなも作ってみてね。さっぱり爽やか、クックパッドで人気のコールスローを作ってみた。キャベツを4分の1にカットしてから芯を切り落とす。3つに分けてから押しつぶしてカットすると切りやすいよ。千切りにする。人参も皮を剥いてから千切り。大きめのボウルに入れて砂糖小さじ1、塩小さじ2分の1、酢大さじ3。しっかりと混ぜ合わせる。時間が経つとしんなりしてくるから、今は傘が多くて混ぜづらいけど頑張って混ぜていこう。混ぜ終わったら30分置く。10分おきくらいに混ぜてあげると全体に味が染み渡って美味しくなるよ。キャベツから水が出てくるから軽く絞ってあげる。この時点で結構味がついてるから一度味見をしてから、マヨネーズ大さじ4から5、塩少々、胡椒少々、混ぜ合わせて味が馴染んだら完成。水分を絞ってあるから時間が経っても味が薄くならなくてずっと美味しい。ちょっぴり酸味が強めだから酢はもうちょっと少なくてもいいかも。みんなもぜひ作ってみてね。これはうまい。衝撃を受けたクックパッドで人気のキャベツのごま和え作ってみた。4分の1にカットしてから芯を落として切りやすいように2つに分ける。1センチ幅くらいにカット。お湯を沸騰させてキャベツが水っぽくならないようにお塩を加える。お湯の温度が下がってしまうので2回くらいに分けて茹でていく。シャキシャキ感を残すイメージで 2,30 秒間さっと茹でる。茹でたらザルにあげて常温で冷ましていく。白すりごま大さじ3から4、砂糖大さじ1強、醤油大さじ1、顆粒のだしの素小さじ2分の1、味の素少々、お塩少々。よく混ぜておく。キャベツの粗熱が取れたら水分をよく絞っておく。キャベツにごまを加えて全体の味が馴染むまでしっかり混ぜ合わせたら完成。このキャベツのごま和えめちゃめちゃ美味しかったからまた作ること間違いなしだわ。ほうれん草よりも安く作れるし、これは本当におすすめ。ぜひみんなも作ってみてね。こんなんうまいに決まってる。バターとガーリックのうまキャベツ鍋。キャベツの芯を切り落としたら食べやすい大きさに適当にカット。ニンニクは皮を剥いていく。ニンニクの皮が剥けづらい時はボウルとボウルを合わせてシャカシャカシェイク。皮が剥がれやすくなるよ。半分にカットしてから芽を取り除いて薄切りにカット。フライパンを温めてバターを溶かしたらニンニクを加えて香りが出るまで炒めていく。焦がさないように注意しながら弱火でしっかり炒めたら豚肉を加えて焼き色がつくまで炒めていく。お肉に火が入ったら水1カップ、酒2分の1カップ、鶏ガラスープの素小さじ1。沸騰したらアクを取ってちょっとアルコールを飛ばす。キャベツを加えたら蓋をしていい感じになるまで煮ていく。追いバターを加えて塩コショウで味を整えたら完成。これめちゃめちゃ美味しかった。寒い冬の日はこれ食べながらビール飲めたら幸せだろうな。ポン酢を少しかけて食べても美味しいよ。ぜひみんなも作ってみてね。ごまを使ったレシピにハマっている男が作るクックパッドで人気のキャベツのごまマヨサラダ。キャベツは芯を切り落として切りやすいように2つに分けたら1センチ幅くらいのざく切りにカット。人参はスライサーで薄くスライスしてから千切りにカット。お湯を沸かして味がぼやけないようにお塩を少々。キャベツを加えて30秒ほどさっと茹でていく。茹で上がったらざるにあげて冷ましていく。冷ましている間にタレ作り。白すりごまを大さじ3から4、マヨネーズ大さじ3、砂糖大さじ1、酢大さじ2分の1、醤油小さじ2分の1。よーく混ぜておく。キャベツが冷めたら手で水をよーく絞って人参とごまだれを加える。
全体の味が馴染むまでよーく混ぜたら完成。ごまを使った料理ってすごく好きだな。美味しいよね。このレシピ覚えとけばもうごまドレッシングは必要ないな。ぜひみんなも作ってみてね。キャベツと卵だけでできる超簡単お好み焼き風。キャベツは芯を落として1センチ幅くらいにカット。2つくらいに分けてカットすると切りやすいよ。卵を割ってよく混ぜておく。油をひいてキャベツがしんなりするまで炒めておく。火加減は中火で。キャベツがしんなりしたら丸く形を整える。卵を全体が均一になるように加えてあげて、片側に偏っちゃったからちょっと調整。蓋をして弱めの中火で加熱していく。焦げないように時々フライパンを揺すってあげてね。焼き色がついたらお皿を使ってひっくり返す。失敗しそうだったからお皿にスライド。からのお皿同士でひっくり返す。からのフライパンへスライド。卵が固まるくらい焼けたら完成。お好みでソースとマヨネーズ、青のり、鰹節をかけていただきます。ソースとマヨネーズがかかってればもうお好み焼き。ヘルシーで美味しかった。ぜひみんなも作ってみてね。